英語字幕が利用できます。今回のハック&DIY チャンネルは、前回に続いて、ルアー用カメラを作っていきます。前回の予告通り、自作したルアー用カメラをシーラのルアー釣りで試してみました。撮影した水中の映像はこんな感じです。思ったより綺麗に撮影できて、すごく面白い映像が撮れたと思います。ルアーを狙ってチェイスするシーラはこんな感じなのですね。ちなみに、キャスト時のルアー目線の映像はこんな感じです。大空を海面までひとっ飛びですね。とりあえず、カメラをルアーと一緒に投げ、水中を撮影することには成功しました。ですが、いくつか問題も出てきました。まず、カメラが回転して映像が安定しません。また、ちょっとルアーを早く動かすと、こんな感じで、カメラが浮いて水面に出てしまいます。これだと、波と水しぶきしか映らなくなってしまいます。シーラを釣るには、ルアーを早く動かす必要があるので、結局、この日は、シーラを釣るところは撮影できませんでした。この問題の原因は、カメラの形状と重量バランスなので、そのあたりを改良することにします。また、別の問題として、この映像のように、紫色の光が横から差し込んでしまう現象が発生しました。レンズマウントを光学式の 3D プリンタで作成しているのですが、材料に使っている黒色のレジンがわずかに光を通してしまい、太陽光が横からイメージセンサーに入ってしまうようです。今回分かった問題はこんなところです。それでは、問題への対策を考えていきます。まず、水中での姿勢安定性の問題ですが、バイブレーションルアーを参考に、背中からラインを出すことで、水中の姿勢を制御します。また、ウイングを取り付けることにより、下向きの推進力を生み出し、カメラが浮かないようにします。ただ、カメラが軽すぎて、比重が 1.18 ととても低いため、このままだと水中では無重力状態になり、姿勢が安定しません。なので、ボディ下部にバランスウェイトを追加し、姿勢が安定するようにします。太陽光が侵入する問題は、イメージセンサ周辺を黒色で塗装すればなんとかなると思います。これで問題への対策はある程度まとまりました。うまくいくかはわかりませんが、実際に試してみるしか確認方法はありません。それでは、始めましょう。まず、バランスウェイトを内蔵できるように、3D モデルを修正していきます。この板金用の棒ハンダを、バランスウェイトとして、ボディの穴にはめ込んで固定するようにしました。作成した 3D モデルを、3D プリンタで印刷します。光学式は印刷後の後処理が少し面倒ですね。完成したボディの一部を黒色の塗料で塗装します。塗装したボディはこんな感じになります。色はメタリックブラックにしてみましたが、良い感じですね。ウイングは光学式 3D プリンタ用のレジンだと強度不足で割れそうです。なので、ウィングは FDM 式 3D プリンタで PETG を材料に印刷しました。出来上がったウィングは後でボディに接着します。ボディが出来上がったので、続いて中身の電子回路を作っていきます。メインボードやイメージセンサは作り置きしてあるので、バッテリーや海水センサー回路を接続して組み立てます。実際の調光では炎天下での急速充電も行いますので、安全のためバッテリーの温度センサも省略せずに取り付けています。戦場火災になったら大変なのでご安全に行きましょう。レンズはフォーカスの調整が必要なので、ラズベリーパイ4にカメラモジュールを接続して調整します。ケースに全パーツを組み込んだら、
バッテリーやカメラユニットをエポキシ接着剤で固定します。仕上げにレンズカバーを接着すれば、これで完全防水になり、水中カメラとしては完成です。完成したカメラにウィングを接着すると、こんな感じです。ウィングがあると、何か少しかっこよく見えますね。これで、今回分かった問題に対処した新型ルアーカメラの完成です。キャリングケースやレンズカバーも作成して、準備万端です。それでは、シイラ釣りのリベンジに行ってきます。次回はシイラのバイトシーンやヒットシーンを撮影したいですね。他にも、ジギングでカンパチやヒラマサがジグにアタックするシーンや、250メートルくらいまでの深海なら撮影可能なので、金目鯛なんかも撮影してみたいですね。もちろん、今年もシーズンが来たら、マグロも狙っていきます。他に面白そうな撮影対象があれば、コメントで教えてくれると嬉しいです。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。